皆さんこんにちは、ゆかです。本日の動画は実用日本語16です。実用日本語シリーズでは日本人同士の自然な会話からよく使う表現が学べます。このシリーズももう16回目になりました。1回目から見ている人はリスニングの能力がだんだん上がっていったんじゃないかなと思います。どうですか？今日は日本の文具店での会話を一緒に練習しましょう。こちらの Vlog の一部分を使います。こちらの文具店は羽田空港直結の羽田エアポートガーデンの中にあります。国与ドアーズという名前の文具専門店です。私と店員さんは事前に会話の内容を決めていません。日本人同士の自然な会話です。スピードも少し速いかもしれません。そのため最初は難しいと思うかもしれませんが大丈夫です。今日の動画を最後まで見れば全部わかるようになりますよ。途中で重要な単語とか難しい部分について私から解説をします。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めましょう。まずは今日の動画の流れを説明します。最初に日本語の字幕がない動画を一度見ます。この時会話の内容が全くわからなくても大丈夫です。全体の流れを把握してください。次に私から重要なキーワードを10個提示します。この10個のキーワードに注目してもう一度同じ動画を見ます。この時1つ2つの単語が聞き取れるかもしれません。続いて一つ一つの会話について私から解説をします。この中には文法の説明も含まれます。その後日本語の字幕がついた動画を一度見ます。一つ一つの会話について見てきたので日本語の字幕があれば内容がわかるはずです。そして最後に字幕がない動画を見ます。一番最初に字幕がない動画を見た時全くわからなかった人も最後に字幕がない動画を見た時にはある程度わかるようになっているはずです。このようにだんだん聞き取れるようになる過程を経験してほしいです。それでは早速始めましょう。まずは一度動画を見てみましょう。字幕がない動画です。この動画は羽田エアポートガーデンの中の文具店で撮影しました。私が事前にインターネットで見た人気商品について店員さんに尋ねる場面です。では一度見てみましょう。ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごい話題になってて売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？こちらが文鎮でございます。お、在庫ありますね。わあ、これ気になってた。どうでしたか？ここの時点で全くわからなくても大丈夫です。安心してください。この後キーワードを10個提示します。キーワードはこちらです。ネット、文鎮、最近、話題、売り切れ、ありますか？ございます。こちら、在庫、気になってた。はい。それではこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごい話題になってて売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？こちらが文鎮でございます。お、在庫ありますね。わあ、これ気になってた。どうでしたか？何か聞き取れた単語はありましたか？それでは一つ一つの会話について私から解説します。まずは最初私から店員さんに尋ねたこの部分です。ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごい話題になってて、
売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？はい、この部分ちょっと早いし長いですよね。一つ一つ見てみましょう。まずは最初の部分。ネットで見たんですけど、ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？ネットというのはインターネットのことです。短く省略してネットと言います。ネットで見たんですけど、ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？この見たんですけどのんですけどの部分は今の私の状況を説明して話題を提示します。そしてこの後具体的に聞きたいことについて話します。その前置きのようなフレーズです。ネットで見たんですけど、ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？このように自分がどこからその情報を得たのかということを最初に言いたい場合は、何々で見たんですけどという言い方をよく使います。例えば、雑誌で見たんですけど、テレビで見たんですけど、インスタで見たんですけど、YouTube で見たんですけど、このように前置きとして何々ですけどと言います。今回私はネットで見たんですけどと言いました。ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？そして続いてこのように言いました。文鎮が最近すごいなんか話題になってて、ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？文鎮というのは、例えば書道をするときに紙が動かないように重い鉄とか石でできたものを紙の端に置きます。そのものを文鎮と言います。文鎮が最近すごいなんか話題になってて、ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？この最後の部分、話題になっててというのは、実は会話特有の省略があります。それは、いの省略です。話題になってて、これをもし文で書くなら、正式に書くなら、話題になっていてです。話題になるの動詞の部分の定型、なって、さらになっていてというふうに変化するこの文法ですね。なっていて、で、ていてが正式な書き方ですが、話すときにこのていてのいがよく省略されます。他にもこのようにいが省略される場面ですね。例えば、部屋で音楽を聴いていた、聞いていたのいが省略されて、話すときには、部屋で音楽を聴いてた、聞いてたというふうになります。また他にも、この家には誰も住んでいない、住んでいないのいが省略されて、この家には誰も住んでない、住んでないというふうにいを省略します。これは特に会話をしている時に現れます。なので今回ももしきちんとね文で書くんだったら、話題になっていてですが、会話でいが省略されました。そして話題になっててになりました。文鎮が最近すごいなんか話題になってて、ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？そして続いてこのように言いました。売り切れ続出って聞いたんですけど、
ありますか？ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？売り切れというのはもう全部売りました、もう在庫はありませんという状態のことです。売り切れ、これは名詞の形です。続出というのはその状態が次々に発生するという意味です。実際に私が探しているこの文鎮は国用の国内の店舗で売り切れていました。あそこの店も売り切れ、ここの店も売り切れ、そこの店も売り切れという状態でした。なので売り切れ続出と言いました。売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？続いて「って聞いたんですけど」の部分、この小さい「つ」と「て」を組み合わせたこの言い方「何々って」、これも会話でよく出てきますよね。ここでは「と」に置き換えられます。売り切れ続出と聞いた、この「と」が小さい「つ」プラス「て」の形、売り切れ続出って聞いたになります。ちょっとカジュアルな雰囲気の時に使います。例えば、今回の台風はかなり大きいって聞いたよ。大きいって聞いたよ。このての部分はとに置き換えられます。大きいと聞いた。でもカジュアルな雰囲気の時には大きいって聞いたってになります。また他にも、参加するって言ったのに結局彼は来なかった。参加するって言ったのに、このてもとに変えられます。参加すると言ったのに。それから入り口に立ち入り禁止って書いてあるね。立ち入り禁止って書いてあるね。このてもとに置き換えられます。立ち入り禁止と書いてあるね。このようにカジュアルな会話の時にはいろんな省略とか置き換え、例えばとがてに変わるとか、そういったことがよくあります。売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？その後、店員さんはこのように答えました。はい、ございます。ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？ございますはありますと同じ意味です。丁寧な表現です。よく店員さんが使います。はい、ございます。ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？その後私は店員さんがあると言ったので、その言葉を繰り返して言いました。あります？ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？そして店員さんが文鎮を売っている場所まで連れて行ってくれて、このように言いました。こちらが文鎮でございます。こちらが文鎮でございます。おー、在庫ありますね。わあ、これ気になってた。こちらというのはこれの丁寧な表現です。他にもこちら、そちら、あちら、どちらという丁寧な表現があります。これはこれ、それ、あれ、どれ、またはここ、そこ、あそこ、どこの丁寧な言い方です。これもやっぱり店員さんがよく使います。こちらが文鎮でございます。こちらが文鎮でございます。おー、在庫ありますね。
わあ、これ気になってた。そして文鎮でございますのでございますはですと同じです。これも店員さんがよく使う丁寧な表現ですね。なのでもしこの今の店員さんの会話をカジュアルな感じで言うなら、これが文鎮ですです。でも店員さんは丁寧に言いましたね。こちらが文鎮でございます。こちらが文鎮でございます。おー、在庫ありますね。わあ、これ気になってた。そして私はこのように言いました。おー、在庫ありますね。これ気になってた。こちらが文鎮でございます。おー、在庫ありますね。わあ、これ気になってた。ここでもやはり省略があります。在庫ありますね。ここで何が省略されているでしょうか。それはがですね。在庫がありますね。もし文で正式に書くなら在庫がありますねですよね。でもカジュアルな雰囲気の会話なので在庫ありますねと言いました。こちらが文鎮でございます。おー、在庫ありますね。わあ、これ気になってた。そして続いてこれこちらが文鎮でございます。おー、在庫ありますね。わあ、これ気になってた。このようにこれを2回繰り返して言う言い方、これ他にもそれあれどれとか、こうやって重ねて使う言い方がね、よく会話で出てきます。今回の場合は私はインターネットで文鎮を見て、良さそうだな、見たいなと思っていました。そして店員さんが実際にその売り場に連れて行ってくれて、目の前にその本物があります。その状況で、これこそが私が見たかった文鎮ですと強調したいので、これと言いました。こちらが文鎮でございます。おー、在庫ありますね。わあ、これ気になってた。他にもこのように重ねて強調する会話としては、例えばこういう例があります。友達同士で化粧品を買いに行きました。そしてその売り場で商品を見ながら話をしています。今どの口紅使ってるの？これ今これを使ってる。これね、良さそうだね。相手から聞かれてどれを使ってるんですか？これこそが私が使っている口紅ですと強調したいときに、これと言います。また会社で先輩と後輩が同じ会議室に入ってきました。これから会議を始めます。その時後輩から先輩に聞きました。すみません、私の席ってどこですか？そこに座って。わかりました。これもそこというふうにちょっと強調して言いますね。今回の場合は私がずっと探していた見たかった文鎮が目の前にあって、これこそが私が見たかった文鎮ですというふうに強調する感じで、これ気になってたと言いました。こちらが文鎮でございます。おー、在庫ありますね。わあ、これ気になってた。そして最後の気になってたの部分、これもさっき説明したように実は「い」が抜けています。気になっていたの「い」が抜けて気になってたというふうになります。これもやっぱり会話でよく見られますね。これ気になってた。こちらが文鎮でございます。おー、在庫ありますね。わあ、これ気になってた。はい、それでは続いて日本語の字幕がある動画を見てみましょう。今一つ一つの会話について見てきたので、日本語の字幕があればある程度理解できると思います。それでは見てみましょう。ネットで見たんですけど、文鎮が最近すごい話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？ございます。あります？こちらが文鎮でございます。おー、在庫ありますね。わあ、
これ気になってた。はい、どうでしたか？ネットで見たんですけどとか、これ気になってたなど、何か聞き取れたフレーズはありましたか？では続いて、字幕がない動画を見てみましょう。最初は全くわからなかった方も、今字幕がない動画を見たら必ずわかる部分が増えているはずです。ぜひ挑戦してみましょう。それでは字幕がない動画を見てみましょネットで見たんですけど、文鎮が最近すごいなんか話題になってて、売り切れ続出って聞いたんですけど、ありますか？はい、ございます。あります？こちらが文鎮でございます。おー、在庫ありますね。わあ、これ気になってた。う。それでは最後に、商品を探している時によく使われる表現をご紹介します。それは、何々んですけどありますか？です。んですけどの前にはいろいろな言葉が来ます。例えば、クリスマス限定のタンブラーが欲しいんですけどありますか？このカバンを探しているんですけどありますか？新作のピアスを見たいんですけどありますか？ソニーのカメラを買いたいんですけどありますか？このように前置きをして、そしてありますかと聞きます。また、ありますかの部分ももちろん自分のね、好きな言い方に変えてもいいですよね。例えば、どこにありますかとか、売り場はどこですか？また丁寧に言うなら、売り場を教えていただけませんか？このように自分でね、ちょっとずつアレンジをして使ってみてください。はい。もうすぐ12月ですね。クリスマスの休暇がある方もいるんじゃないかなと思います。日本へ旅行に来て買い物をするときには、ぜひ今日勉強したフレーズを使ってみてください。実用日本語シリーズでは他にもレストランとかホテルなどで使う会話を紹介しています。時間があればぜひそちらもご覧ください。それでは本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。